メイク直しはこれでよしと。今日はどんなインタビューになるかしら。仕事の話とは違ってプライベートな内容が多くなるかもしれないわね。失礼いたします。お誕生日おめでとうございます、ビルさん。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お祝いの言葉をありがとう、ジェイド。今回はあんたがプレゼンターなのね。いいインタビューになるかは質問をするあんたにもかかってる。期待してるわよ。これは責任重大ですね。最大限努力いたしましょう。ではインタビューを始めさせていただきます。最初の質問は、飛行術は得意ですか不得意ですか？苦手意識はないけど、とりわけ得意でもないわね。成績も平均程度ってとこ。現状に満足してるって言ったら嘘になるけど、躍起になって周りと張り合おうとも思わない。成績上位者の多くは入学前から専門的な魔法教育を受けていたみたいだしね。おや？もしかしてビルさんが本格的に魔法の勉強を始めたのは学園に入学してからなのですか？その通りよ。小さい頃は俳優の父と共に各地を転々としていたし、子役の仕事もあったから、魔法が発現したからといってすぐに魔法師養成学校に入ろうとは考えなかった。身近な人に教わろうにも父は多忙だし、そもそも魔法を使えない。お父様は魔法師ではないのですね。ではビルさんが魔法に長けているのは母譲りかってこと？さあどうかしら。魔法師かどうか以前にどこの誰かもわからないの。私自身知ろうと思ったこともないしね。そうでしたか。それにしても意外です。ビルさんは幼少期から魔法を学ばれているものだとばかり。あら、どうして？どうしても何も。ポムフィオーレの寮長に選ばれる実力者ですから。化粧品作りを魔法薬学のようなものだと考えるなら、確かに入学の前から勉強していたわね。でも基本的にはナイトレーブンカレッジで得た学びの方が多いわ。それで言えば飛行術の技術もある程度は必要かも。成績じゃなくて仕事のためにね。仕事というとモデル？いえ、俳優業でしょうか。後者よ。空中でのシーン撮影には CG やワイヤーアクションを使うことが多いけど、飛行術を使えば表現の幅が広がるはず。演技だけでなく撮影にも活かせるんじゃないかしら。飛行術を生かして撮影した作品、興味があります。ぜひ拝見してみたいです。いつかお披露目できる日が来るかもしれない。実現するのを楽しみにしてて。では次の質問です。魔法が使えてよかったことは？父と素晴らしい休日を過ごせたことかしら。お父様との素晴らしい休日ですか。どんな状況で魔法を使われたのですか？私がナイトレーブンカレッジに入学して最初のホリデーのことよ。久々に父と揃って休みが取れたから2人で街に出かけることにしたの。ランチをして買い物をして、夕方から父が主演を務めた映画を見に行くプランだったんだけど、ランチを終えてすぐにパパラッチに見つかったの。ちゃんと変装はしていたつもりなんだけど。せっかくの休日に災難でしたね。まったくよ。本当に執念深いやつで、物陰に隠れても人混みに紛れても全然負けなかった。今なら魔法で身を潜められるでしょうけど、当時はそこまでの技術はなかったし。とはいえビルさんがそのままおとなしくパパラッチの餌食になるとも思えませんね。当然簡単な魔法一つでパパラッチの目を欺いてやったわ。その魔法というのは？色変え魔法よ。授業で習ったことを不意に思い出して父と私の服の配色を変えてみたの。イメージがガラリと変わるようにね。その日は2人ともネオンカラーを基調としたスパイシーなコーディネートだったんだけど、魔法を使って一番面積の大きいトップスのカラーをミルキーホワイトに変えたわ。同じアイテムでも色が違うと雰囲気が変わる。一気にエレガントな服装に様変わり。小物の統一感も忘れない。バッグはペールピンクに変更。アクセサリーの色はシルバーからゴールドに。案の定
パパラッチも惑わされたみたいで見事逃亡に成功したわ。色替え魔法だけで。ファッションに詳しいビルさんならではの起点の利かせ方ですね。パパラッチの方は突然お二人の姿を見失い、さぞ困惑なさったことでしょう。ええ、ものすごく焦ってた。すぐそばに私たちがいるのに気づかず、横を走り去っていった時の必死の形相今思い出しても笑っちゃう。あの時は無礼なやつをうまく出し抜けてせいせいしたわ。しかもその後父が私のことを褒めてくれたの。もともと着ていた黒のボトムスを生かしたいいコーディネートだねって。ではお父様に成長を見せられたという点でも魔法を使えてよかったですね。心温まる素敵な思い出話を聞かせてくださってありがとうございます。どういたしまして。さあそろそろ次の質問をしてちょうだい。いよいよ次が最後の質問です。これからの1年でやりたいことは？私が引退する前に映画研究会としての実績を残したいと思ってる。今年は部活動に一層取り組むつもりということでしょうか？そういうこと。英検で作った作品をコンテストに出して最優秀賞を取るのが目標よ。素晴らしい目標だと思います。確か映画研究会を発足したのはビルさんでしたよね。そう、演技の感覚を鈍らせないように在学中は勉強に集中するために長期の撮影は全部断るって決めてたから。なるほど。最初は単純に自分の演技力を磨くための場所だったと。ですが今は賞を狙っていらっしゃる。新たな野望ができたということでしょうか？ずいぶん察しがいいじゃない。発足時に絶対にやると決めていた演じる場所を作る目的は果たされたけど、英検の活動をしていくうちに演じる以外にも興味の幅が広がった。演じる以外というと？監督や演出家としての仕事のこと。英検の活動を通じて作品をプロデュースする面白さを知って、撮られる側だけでなく撮る側として活躍するのも悪くないと思うようになってきた。それは意外です。てっきりビルさんは今後も映画においては演技一筋で行くものと思っていました。もちろん俳優を辞めるつもりはない。だけど演じる以外で映画を成り立たせる全てのことを突き詰めたくなったの。ああ、それで賞を取りたいとおっしゃったのですね。ええ、部員たちも熱量高く部活に打ち込んでくれてるし、きっとこの1年でいい結果を出せるはず。いいえ、絶対にこの手で実現してみせるわ。ビルさん、大変興味深いお話を聞かせてくださりありがとうございました。ではこちらのほうきをお受け取りください。あら、綺麗なほうき。穂が花で飾られているのね。ええ、鮮やかに咲き誇る大輪の花々がビルさんにとてもお似合いです。ありがとう。空を飛ぶ姿をさらに彩ってくれそうで私も気に入ったわ。さてと、そろそろバースデーロードへ向かおうかしら。はい、お気をつけて。ビルさんが華やかに飛行する姿を楽しみにしています。期待以上の姿を見せてあげるからしっかり見てなさい。空を舞う私の美しさでみんなをいつも以上に虜にしてあげる。